人が宇宙にスペースコロニーという名の島を浮かべ200年の時が流れた。その中でいくつかの戦争が起こった。それは青き水の星を守るための戦いだった。星々の瞬きの中で人は憎しみ、傷つき、倒れ、だが愛することも忘れなかった。多くの血が流れ、多くの悲しみが生まれ、死んでいった者たちの魂が宇宙の獅子間をさまよい、光となって銀河に溶け込んでいた。広大無辺な宇宙はすべての人の思いを飲み込み、悠久の時を刻み続ける。水の星が輝きを失い、人々の祈りが嘆きの吐息に変わるとき、一つの魂が時を超えた。それは人が目覚める先駆けであったかもしれない。悲しみで綴られたヒストリー。あなたはまた一人旅立つのでしょう。果てしない荒野へと今。アフランシ・シャーと恋人エバリーは秘密警察マハの追跡の手を逃れ香港に上陸した。香港でアフランシを待っていたのはシャア・アズナブル再生計画の責任者ミランダ・ハウだった。私たちは地球育ちのシャア・アズナブルにもう一度独立運動を起こしてほしいのよ。死にかけている地球を救えるのはあなたしかいないのよ、アフランシ・シャア。アフランシはマハに捕まった仲間を助けるため再びガイアギアに乗りスペースシャトルを乗っ取った。エバリー、ここで別れよう。僕は宇宙に上がる。アフランシ、僕は必ず島に帰る。アフランシはエバリーと別れ宇宙へと旅立っていった。おいミッシェル、俺たちもう何時間飛んでるんだ？8時間です。8時？おい、スペースシャトルのコース間違ってるんじゃないのか？そんなことありませんよ。マザーメタトロンの指定してきたコースをちゃんと飛んでます。だったらいい加減に出会っても良さそうなもんだから。あマドラス船長、ずいぶんリラックスしてますね。あ、そうか？宇宙に帰ってきたせいかな。マドラス船長、まだメタトロンの船と接触できないのか？すまん、もう少し待ってくれ。我慢できないほど具合が悪いのか？あ、いや、吐き気はだいぶ収まった。でも頭がフラフラする。体を動かすたびに宙返りをしてるような気分になるんだ。訓練もせずにいきなり宇宙に上がったからな。無重力に体が慣れないんだろうな。こんなことで宇宙で暮らしていけるんだろうか？心配するな。3日もすれば慣れる。人間ってやつはずぶとくできてるからな。マザーメタトロンから入電です。位置を確認しました。よし、ドッキングの準備。アフランシ見えますよ。ほら、あそこ。あれがメタトロンの宇宙戦艦マザーメタトロンです。5番ハッチにドッキングしろと。マザーメタトロン、自動操縦解除。あれで船なのか？
奇妙な形をしてるんだな。船というよりも基地です。マンマシンも30機ほど積んでいます。へえ、どれぐらいの大きさなんだ。周りに比べるものがないから全然大きさがわからないな。5番8からの誘導電波キャッチ。揺れるぞ。ドッキング完了。よーし、マザーメタトロンに乗り移るぞ。クリシュナ、アフランシは慣れてない。そばについててやれ。はい。アフランシ一緒に来てください。移動するときは手や足で反動をつけないように。勢いがつきすぎますから。ゆっくりと体を動かせばいいんだな。そうです。じゃあ行きましょう。アフランシ、リフトグリップを握ってください。リフトグリップ？無重力の中を移動するための装置です。握ると動き出しますから。これを掴むのか。あ、体が引っ張られる。危ないと思ったら手を離してください。すぐに止まりますから。ケラ、押すな。さっさと行けよ。人が疲れてる。うるさい。黙ってついてこい。ここがマザーメタトロンか。マドラスカリア以下クルー4名任務を遂行し、ただいま帰還しました。ご苦労、マドラス船長。その方がアフランシ・シャー閣下か。そうです。アフランシ、紹介しておこう。アザリア・パリッシュ提督だ。船長、無礼だぞ。閣下を呼び捨てにするとは何だ。はあ？シャー閣下、失礼は私が代わってお詫びします。いや、そんな心遣いはいりません。いえ、メタトロンは正式な軍事組織ではありませんが、上下関係はきちんとしておきませんと。船長、ご苦労だった。下がって休みたまえ。私、アフランシに船の中案内したいんですけど。閣下と呼びたまえ。閣下にはこちらで世話係をつける。おいグレン。は。閣下、お目にかかれて光栄です。グレン・コールディルであります。私の副官をしています。有能な男です。ああ、よろしく。では参りましょう。マザーメタトロンの艦内を案内いたします。さあグレン、閣下をお連れして。さあ閣下、こちらです。ああ。アフランシ。あ、行っちゃった。なんだよ提督のあの態度は。シャアをここまで連れてきたのは俺たちだぞ。役目が終わればとっとと消えろか。やってられねえなったく。お役だよ。俺ら方はアフランシしか眼中にないんだ。閣下、ここがメインブリッジです。お分かりになりますか。船の乗組員はみんな閣下にお会いできて感動しているのです。我々はこの日の来るのをずっと待ち続けていたのですから。閣下、今度はマンマシンデッキをご案内いたします。僕をシャア・アズナブルの後継者だと簡単に認めてしまっていいのか。報告は受けています。閣下は何の訓練も受けておられないのにガイアギアに乗って見事に操縦された。しかもマハのマンマシンを5機も落とした。普通の人間にはできないことです。それだけでもシャア・アズナブルが再生したという立派な証拠です。そうです。我々は閣下のことをニュータイプだと信じています。提督はメタトロンに入って長いのか。ああ、10年ほどになりますか。もともとは地球連邦軍におりました。だが地球連邦政府の腐敗ぶりに怒りを感じ、軍を辞めてメタトロンに参加したのです。提督、今度の弾圧でメタトロンはかなりの戦力を失ったと聞いたが。いや、ご安心ください。まだまだ戦力は十分すぎるほどあります。何よりも我々には志がある。
マハとは違うのです。マハはならず者の集まりですからな。奴らは地球連邦政府の中にいて甘い汁を吸いたいと思っているだけです。今度の弾圧もマハが自分たちの勢力を拡大させるためにやったのです。マハを率いるビジャン・ダーゴルの悪知恵です。ビジャン・ダーゴル、地球連邦軍出身のエリート軍人です。秘密警察だったマハはダーゴルの力で強力な軍事組織に変わりました。そうか。メタトロンが独立運動を起こそうとして、それでマハに弾圧されたわけじゃないんだな。ええ。しかしメタトロンは眠っていたわけではありません。閣下はガイアギアにお乗りになったでしょう。ガイアギアはメタトロンが作ったマンマシンです。この宇宙戦艦マザーメタトロンも我々が作りました。全てはシャア・アズナブルの独立運動を受け継ぐための準備です。そしてついに我々はアフランシ・シャア閣下という力を得た。本当の戦いはこれからです。ビジャン・ダーゴル、マハを率いるリーダー。ウルーリアンのような男を使いこなしているのか。一体どんな男なんだ。ウル、お前の提出した報告書は読んだ。アフランシ・シャアという男、どうやら本物だな。あ、シャア・アズナブルの記憶を持っていながらそのことを知らずに生きてきた。奇妙だな。なぜだと思う？さあ、メタトロンの連中はアフランシを鍛えるためだと言っていましたが。おう、なるほど。どうだウル、このバルコニーからの眺めは？真下に広がる森は人の手が入っていないように見えます。ヘラスにこのような場所があったとは知りませんでした。この別荘はメタトロンの幹部が使っていたものだ。ここからの眺めが気に入ったので無理を言って自分のものにした。だが所詮はスペースコロニーの中の自然、作り物の自然だ。スペースコロニーは例えて言えば温室だ。温室に咲く花は美しいが強くはない。スペースコロニーで育つ人間も同じことだ。だからメタトロンはアフランシ・シャアを地球で育てたとおっしゃるのですか？そうだ。地球の環境の中で鍛えるためにな。その考え方は間違ってはいない。そしてマハがメタトロンを潰そうとした時、アフランシ・シャアは眠っていた能力を目覚めさせた。奴が宇宙に来たことで反地球連邦政府運動は息を吹き返すはずだ。申し訳ありません。奴を宇宙に上げたのは自分の責任です。ウルーリアン、アフランシ・シャアとお前とは因縁ができた。アフランシはお前の前に立ちふさがる壁となったのだ。さてどうする？壁を乗り越えるか、遠回りして壁を避けるか、それとも尻尾を巻いて逃げるか。俺の邪魔をする壁はぶち壊します。それがマハのやり方ですから。無能な人間は容赦なく排除する。それもマハのやり方だ。承知しています、ダーゴル大佐。失敗の償いはこの手で必ず。ではウリアン少尉、本日付でブロンテクスター第8中隊に配属を命じる。ブロンテクスター、あの新型マンマシンを実戦配備するのですか？早くパイロットとしての勘を取り戻しておけ。メタトロンが動き出す気配があればすぐに出撃させる。わかりました。ダーゴル大佐、サイド4に展開中の連邦軍第3艦隊から連絡がありました。香港で乗っ取られたスペースシャトルがメタトロンの宇宙戦艦と接触した模様です。そうか。メタトロンは反地球連邦政府運動のシンボルを手に入れたというわけだ。アフランシ・シャア・アズナブルの再来か。地球で鍛えた人間が初めての宇宙で何をするのか見せてもらおう。ゼーバー少尉、
フロンテクスターの調子はいかがですか？操縦桿が重いな。セッティングが良くない。やり直しだ。またですか？徹夜して直したんですよ。何度でも直せ。もし戦闘中に故障したら死ぬのは私たちパイロットなんだぞ。あまりメカニックをいじめるなよ、セイバー少尉。ウル、いつ戻ってきた？今朝ヘラスに着いた。ダーゴル大佐にたっぷり小言を頂戴したんだろ。あんたの地球での活躍ぶりは聞いてるよ。皮肉を言うなよ、レイラ。そのおかげでブロンテクスター第8中隊に配属になったんだ。へえ、私の部下になるってわけだ。部下じゃなくて同僚だ。よろしく頼む、セイバー少尉。香港マハのジャン・ウェンフーが落とされたという話、本当？ああ。相手のパイロットはニュータイプだっていう噂だけど。さあ、そうとも言えないな。ジャン・ウェンフーは相手を経験の浅いパイロットだと思い舐めてかかった。だから隙を突かれて落とされた。へえ。そのパイロット、シャア・アズナブルのクローンなんだって？それは軍事機密に関わることだ。コメントできないな。じゃあ聞かないでおくよ。どうせそいつは宇宙に来るんだろ。私がブロンテクスターで可愛がってやるよ。好きにしろ。地球があんな遠くに見える。エバリ、今どうしてるんだろう。まだ香港にいるんだろうか。それとも島に向かう船の中だろうか。エバリ、聞こえるかい？今僕は宇宙にいるんだ。何を見てるんです？地球さ、ほらあそこに見えるだろう。アフランシ、エバリーのこと考えてたんでしょう。え？違いますか？いや、クリシュナの言う通りだ。よかった。よかった？アフランシは宇宙に上がったらすぐに恋人のことを忘れてしまうような、そんな薄情な人じゃないって分かりました。こんな時シャアーズナブルならどうしただろう。それともシャアーズナブルは恋人を作らなかったのかな。恋人はいました。ララー・スン、ニュータイプと言われたパイロットです。ララー・スン、不思議だな。とても懐かしい響きだ。初めて聞く名前なのに。それでその女性はシャアーズナブルと結ばれたのか？彼女は戦死したんです。シャアーズナブルの目の前で。そうか。クリシュナはシャアーズナブルのこと詳しいんだな。私小さな頃からシャアーズナブル総帥に憧れてたんです。シャア総帥に関する本やビデオは全部目を通してます。へえ。でももうシャア総帥のことは考えません。アフランシのことだけを考えて行動します。だって私アフランシシャア直属のスタッフですから。あ、そのことでお礼を言おうと思ってたんです。アフランシが私たちのことを推薦してくれたんでしょ？メタトロンのリーダーとして最初の命令をしたのさ。アフランシ、今辞令を受けた。俺アフランシの世話係になったぞ。よろしく頼むよ、マドラス船長。こちらこそよろしく。ここはマザーメタトロンの居住区だ。遠心力を利用して重力を発生させてる。へえ。宇宙船の中は全部無重力だと思ってたよ。何ヶ月も無重力状態で過ごすとストレスがたまるんです。骨や筋肉も弱くなるし、人間って無重力の中で生きていくようにはできてないんです。ここはアフランシの部屋だ。大して広くはないが、これでもマザーメタトロンの中では一番いい部屋なんだぞ。私の部屋なんかここの半分もないんですよ。ああ、俺の部屋もそうだ。あ、船長、クリシュナ、相談したいことがあるんだ。ん？なんだ？
パリッシュ提督やマザーメタトロンの人たちは僕をリーダーとして迎えてくれた。だけど考えてみてくれ。たとえ頭の中にシャアーズナブルの記憶があっても、僕は初めて宇宙に来たんだ。そんな僕がメタトロンのリーダーをやれるだろうか。俺たちは地球でアフランシがやってきたことを見ている。アフランシならできる。俺はそう思う。私も同じ意見です。いや、そうじゃない。僕はこのままリーダーとして祭り上げられていいわけがないんだ。僕はまだ宇宙を体験したとは言えない。知らないことが多すぎる。それでアフランシはどうしたいんだ？宇宙に住む人たちの暮らしを知りたい。スペースコロニーに行ってみたいんだ。シャア閣下はまだ見つからんのか？はい。提督、スパシアス号が30分前に発進したそうです。何？そんな話は聞いてないぞ。ブリッジの方では提督が許可を出されたと言ってますが。私は知らん。スパシアス号はマドラス船長の船です。シャア閣下はまさか。スパシアス号に乗っているというのか？そんなバカなことがあるか？もう一度よく探せ。閣下は必ず艦内のどこかにおられるはずだ。今頃パリッシュ提督のやつ大慌てだぜ。ざまみろだ。でも船長、ヘラスに行くのはまずいんじゃないんですか？あそこは今マハの本拠地になっているんでしょ？まだヘラスにはメタトロンの地下組織が残ってる。それにヘラスは古いコロニーだ。あそこに行けばスペースコロニーというものがよくわかる。俺はアフランシにヘラスを見てもらいたいのさ。アフランシ、気分悪くありませんか？ああ、大丈夫だ。ただ正直言うとちょっと怖いな。怖い？海と宇宙は同じようなものかと思った。でも全然違う。海は地球という大地に支えられてる。だが宇宙には支えるものが何もない。宇宙は嫌いですか、アフランシ？いや、地球や月やいろいろな星の輝きを見ていると、暗くて冷たい宇宙にも暖かな場所があるんだってことがわかる。漆黒の闇の中で息づく人々の気配を感じるんだ。その気配が僕に勇気を与えてくれる。宇宙は怖いが人が生きていける場所なんだってことがわかる。アフランシ。マンマシン。連邦軍のマンマシンが接近してきます。何？発見されたのか？連邦軍のマンマシンは6機。だからガイアギア持ってくればよかったんだ。丸腰でどう戦えって言うんだ。今さら言っても仕方ない。なんとかごまかすしかないだろう。船長。アフランシ、心配するな。この船は貨物船だ。連邦政府が発行した運航許可書もある。船長、こっちの船の識別信号を発信しろと言ってます。用意しといたやつがあるだろう。サイド1の貨物船ルイジアナ号。あの船の識別信号を送ってやれ。了解。バレませんか船長？本物のルイジアナ号は今どこです？さあな。この近くにいないことを祈ろう。マンマシンから返事が来ました。識別信号は確認した。ルイジアナ号の航海の無事を祈ると言ってます。連邦軍なんてちょろいもんさ。よし、交代で見張りにつこう。アフランシ、眠っとけ。まだ先は長い。ああ、そうするよ。あの白いモビルスーツを操るパイロットはニュータイプだ。ララほどではないにしても。でなければ私の狙いをこうも外せるわけがない。ララ、やることはやめろ。ジオン独立戦争の最後の戦闘で私が目をかけていたパイロットのララース。敵対するアムロの中に自分が求めていた優しさを感じた。あれがニュータイプ同士の共感とは思いたくはない夢か。
僕は夢を見ていたらしい。ララースーン、シャア・アズナブルの恋人だったニュータイプのパイロットか。アフランシー、起きてますか？ああ。ブリッジに来てください。サイド2に入りました。スペースコロニーが見えますよ。わかった。すぐに行く。船長、スペースコロニーが見えるんだって？おお、アフランシー、あそこだ。あれが俺たちが行くスペースコロニー、ヘラスだ。あれがスペースコロニー。スペースコロニーは宇宙に浮かぶ島だと聞いていたが、全然イメージが違うな。島というより巨大なシリンダーだ。直径が3キロ、長さは32キロあるからな。あのシリンダーゆっくり回転してるだろう。ああやって回転することでシリンダーの内部に重力を作り出すんだ。そうか、あれがスペースコロニー。あの巨大なシリンダーの中に空気や水や土がある。そしてそこには多くの人々が息づいてる。あれを人間が作ったのか。移動の際は磁力ブーツをご使用ください。シャトルターミナルは無重力です。移動の際は磁力ブーツをご使用ください。こんなに簡単に入れるとは思わなかったな。パスポートもろくに見てなかった。よかったわ、何事もなくて。まあこの先慎重に行かないとな。クリシュナ、僕たち3人だけで動いていいのか？不安ですか、フランシー？いや、大勢で移動していたらかえって怪しまれる。それにスパシアス号が港に待機しているんだ。いざって時には港に戻れば脱出できるさ。ああ、そうだな。フランシー、見てください。ほら、コロニーの中が見えますよ。うわあ、あんなに大きな街が広がってる。緑も多いじゃないか。これが本当にコロニーの中なのか。あれはなんだ？光の帯のようなものが街の横に伸びてる。あれはコロニーの窓です。窓？窓の外に大きな鏡があって、太陽光線を反射させてコロニーの中に入れるんです。へえ。鏡の角度によって朝になったり夕方になったりします。鏡が閉じれば夜になります。そういうことを全部コンピューターが管理してるんです。雨や雪を降らせることもできるんですよ。雨や雪も？ええ。気温や湿度も自由に変えられます。スペースコロニーの中では人間が自然をコントロールしてるんです。人間が自然をコントロールする。そんなことができるのか。僕が育った島では雲と風と潮の流れを見れば明日晴れるか曇るのか、それとも嵐が来るのか大体予想ができた。それでも手ひどく裏切られる。自然とはそういうものだと思ってたよ。コロニーの自然は優しすぎます。多分人間をひ弱にします。でも仕方ないんです。きちんと管理してないと空気だってなくなってしまう世界なんですから。フランシー、足元に気をつけてください。ここからは重力がありますから。ああ。すごいな。空の上に街が見える。見慣れないと変でしょう。夜になると夜景が綺麗ですよ。本物の星空みたいに見えるんです。へえ、不思議だな。おっと、そろそろグレンツェの中心街に近づいてきたな。アフランシー、注意しろよ。絶対にウィンドウを開けるんじゃないぞ。え？どこ見て運転してんだよ、兄ちゃん。これじゃ動きはしない。驚いたでしょう、フランシー。ここがグレンツです。何なんだここは。香港よりもひどいじゃないか。スペースコロニーはどこでも同じようなものです。え？このヘラスに一体何人の人が住んでると思いますか？1億人ですよ。1億人。高級住宅地に住めるのは政治家やお金持ちだけで、普通の人はグレンツェのような町に住むしかないんです。
人がこれだけひしめき合っていればこんな汚い街になるのは当たり前です。なぜだ。スペースコロニーは宇宙に浮かぶ楽園じゃなかったのか。これでは地球のひどい状態をそっくりそのままスペースコロニーに持ち込んだだけじゃないか。いや、ここは地球よりもひどい。スペースコロニーで独立運動が起こった理由、わかりますか？ああ、わかる。こんなひどい状態を何とかしようと思うのは当然のことだ。僕は知らなかった。何も知らなかった。これで独立運動のリーダーをやろうなんてお笑いだな。アフランシ、落ち込むなよ。問題は行動するかしないかってことさ。アフランシは運動に飛び込んだんだ。これから頑張ればいいじゃないか。ここ私の生まれた町なんです。15歳の時までここにいました。君の生まれ故郷、ここが。なぜ宇宙に住む人間がニュータイプの存在を信じたのかわかりますか？苦しい現実から逃れたかったからです。宇宙に出た自分たちはきっと新しい人類に進化するって信じたかったんです。それ以外に希望はなかったんです。円筒シスメシア、誰だそれ？星占い師よ。この辺りで星占いの円筒って言えば知らない人はいないわ。その人、クリシュナと何の関係があるんだ？私の育ての親なんです。育ての親？父が死んでから私を引き取ってくれて。あ、ここだわ。このアパートです。3年ぶりだけど少しも変わってない。クリシュナ、俺車をこっちに回してくる。部屋は2階の奥にあるから。わかった。さあ、アフランシ、行きましょう。私、このアパートの中で暮らしていたんですよ。ひどいところでしょう。この部屋です。留守かしら？鍵が開いてる。うっ、カビックさー。何ヶ月も風を通してないみたい。エントどこ？エント。どなただ？星占いはやってはおらんよ。エント？私よ、クリシュナよ。クリシュナ？クリシュナ、いつ戻ったのだ？どうしたのエント？体の具合が悪いの？いや、目を少し悪くしてな。どなたかな、そちらの青年は。アフランシ・シャーと申します。おお、アフランシ・シャー。不思議な名をお持ちだな。そう思いますか？ああ、その名に導かれここまで来たのだと私には感じられる。こちらに来て顔をよく見せてくれんか？え？久しぶりに占いをする気になったのさ。僕のことを占ってくれるんですか？エント、この人はね。構わないよクリシュナ、占ってもらおう。さあ、そこの水晶玉の前にお座り。これは、何なのエント？アフランシと言ったかな？はい。アフランシ、お前さん星がないな。星がない？お前さん誕生日は8月10日だと聞いていますが、確かではありません。
いや、星はあるな。幾重にも重なっている。だから星がないように感じられたのだ。僕の運命はどうなるんですか？やめておこう。なぜ占いが必要かわかるかね。人は常に迷うものだからだ。導いてくれるものが欲しい。だが今のお前さんは自分の行く道を知っている。そうでしょうか。光の導きに従い進んでいるようだ。光の導き？邪魔なのはそっちだろ。そうだわ。どうしたんだろう。行ってみます。エント、また後でね。こんな狭い路地に車を持ち込みやがって。おっとと下がれ。そうだ、下がりな。そっちが端を通ればいいだろう。オートバイのくせに。てめえの指図なんか受けるか。俺は道の真ん中を通りてんだ。無茶言うな。お前、俺が誰だか知らないのか。メッサーメットがどけと言えば誰でも道を譲るっていうのがここいらの決まりなんだぜ。何？メッサー、こいつこの辺りの人間じゃないよ。だったらどうだって言うんだ。お前らそんなガソリンエンジンのオートバイなんか乗り回して何考えてんだ。ここはスペースコロニーの中だぞ。うるさいね。よそ者が余計な口出しするんじゃないよ。ジョー、どうしたの？なんだい、お仲間がいたのか。まとめて可愛がってやるか。メッサー。クリシュナかお前。おーっと来た来た。まあ今日は俺のおごりだ。ガンガン飲んでくれ。あんたがクリシュナの幼馴染だなんて信じられないよ。信じる奴は救われるってな。ほらメッサーメットだ。よろしくな。最初っからクリシュナの出しだって言えば面倒なかったのによ。そんなこと分かるわけないでしょ。そりゃそうだ。おい、ビールもう一杯追加だ。そっちの金髪のお兄さんはクリシュナのなんだ。ただのダチには見えねえな。メッサー、失礼なこと言わないで。この人はね。クリシュナ、場所を考えろ。えらくもったいつけるじゃねえか。メッサー、私先に帰らせてもらうよ。こんなお高く止まった奴らの相手するのはごめんだ。待てよレイ。俺に恥をかかせる気か。ここにいろ。こいつはレイ・セイヤス。しょっちゅうつるんでる仲間だ。メッサー、あなた一体何やって暮らしてるの？何ってまあいろいろだな。ちょっとばかり頭が切れりゃ仕事ぐらいいくらでもあるさ。そんなチャラチャラした格好で仕事なんかできるの？鎖なんかつけちゃって今時流行らないわよ。いざってのがよ、こいつで相手の顔ぶん殴ってんのさ。鼻の骨ぐらい一発で折れちまうぜ。そういう仕事してるわけ。メッサー、君はずっとこのコロニーで暮らしているのか？ああ、そうだが。最近の情勢はどうなんだ？メタトロンが弾圧されてから街の雰囲気は変わったのか？グレンツェはいつでもグレンツェさ。マッハの連中が時々来ちゃフラフラしてるやつを見つけてしょっぴいていくが、やるだけ無駄だな。なんせこれだけの人間が集まってんだ。キリがねえよ。ああ、そうか。なるほど。お前メタトロンだな。クリシュナ、お前もか？こりゃいいや。クリシュナがメタトロンね。母ちゃんが男作って逃げ出してピーピー泣いてた小娘がメタトロンで世直しか。おい、そんな言い方はないだろう。なんだ？クリシュナを侮辱するなと言ってるんだ。おお、このメッサーメットにそんな口の利き方すんのか？メッサー、クリシュナはこの3年間矛盾に満ちた世の中を何とかしたいと考えながら真剣に生きてきた。君にはそんな彼女の生き方を茶化す権利などないはずだ。ああ、メタトロンやってんのがそんなに偉いのか？偉いとか偉くないとかそんな問題じゃない。うるせえ！俺に意見しよってのか？てめえ何様のつもりだ！世の中のことを何も知らなかったバカな男さ。何？でも君は知ってる。なのになぜ何もしようとしないんだ。毎日面白おかしく暮らせればそれでいいのか？なぜもっと大事なことに目を向けようとしないんだ。
言いたいことはそれだけか。やめて！アフランシはあんたなんかとは違うのよ。大事な人なんだから。ああ、こいつはてめえの男か。バカ！どうしてそんな考え方しかできないの？メサ、マハだ。それからぞ。俺たちにここを出よう。アフランシ、急いで。成功する者はメタトロンとみなし連行する。繰り返す。こちらはマハ第三部隊である。サイリーガスだ。クリシャ、こっちだ、早く。アフランシ、どこ？アフランシ。クリシュナ、ジョー。目が痛い。クリシュナ、ジョー、どこ行ったんだ。はぐれてしまった。ここはどこだ。グレンツェじゃないのか。目がよく見えない。さっきの煙まともに食らったからな。あなたしっかりして。ナジス隊。申し訳ありません、大佐。突然飛び出してきたものですから。救急車を呼んだ方がいいな。病院はダメです。港に連れて行ってください。どこだ。なぜこんなところに。そうか。マハに追われて逃げ出し、確か車にぶつかって。目が覚めたのね。眠ってる間に医者を呼んで見てもらいました。軽い打撲程度で後遺症は残らないそうです。すみません、ご迷惑をおかけしました。お詫びをするのはこちらです。車を運転していたのは私なんです。いえ、車道に飛び出した僕が悪いんです。歩けますか？この屋敷の主に紹介したいのですが。ええ。大きな家ですね、ここは。普段は使っていないのよ、別荘だから。こちらです。どうぞ。ダーゴル大佐、お連れしました。ダーゴル大佐。入りなさい。何か冷たいものを持ってこさせよう。ナジス隊、頼む。はい。今あの女の人はダーゴル大佐と言った。ダーゴル大佐、スペースマハのリーダー。まさかこの男は。元気そうなので安心したよ、君。いろいろご迷惑をおかけしました。気にすることはない。ほう、いい風が入ってくる。君、バルコニーに出てみないか。ここからの眺めはなかなかのものだ。すごい、森が広がってる。君はヘラスは初めてか？いえ。眠ってる間に君の身元を確認しようと思ったが、君は身分証を持っていなかった。本来ならば身分証不携帯で逮捕するところだが。逮捕する？私はマハに所属している。君を逮捕する権限があるのだ。マハ、やはりこの男は。だが今回は見逃しておこう。部下の不始末のせめてものお詫びだ。ありがとうございます。どこかのコロニーからヘラスに流れてきたのか？はい。君、地球に降りたことあるか？
いえ。地球に行ってみたいと考えたことは？地球ですか。環境汚染がひどいと聞いていますが。いや、環境汚染は回復しつつある。私は10年前にヨーロッパに行ったが、その当時でも噂で言うほどひどい状態ではなかった。そうですか。地球には紛れもない本物の自然があった。私は大地に足を踏みしめ、体全体で風を受けた。ミストラルという風をな。ミストラル季節風の名前だ。フランスのプロバンス地方を吹き荒れ地中海に抜ける乾燥した冷たい風のことだ。このようなコロニーの中で吹く風とは全く違う。少しでも気を許せば足元をすくわれ吹き飛ばされてしまう。信じがたいほど暴力的でエネルギーに満ちた風だ。私はその時知った。地球というちっぽけな惑星が多くの生命を生み育んできたのは風のおかげなのだ。地球上を駆け巡る風は大地の汚れを吹き飛ばし、生きとし生ける者に多くの恵みを与える。わかるかね、私の言ってることが。ええ、わかるような気がします。見渡す限り緑が広がる田園地帯にあの風が吹き抜けていく。私はもう一度あそこに戻りたいと思ってる。地球の環境は回復しつつある。人間が手を貸すことによって地球はもっと早く蘇るだろう。宇宙移民から200年、状況は変わった。かつて宇宙に追いやられた人間が地球を救うためにふるさとに戻る時が来たのだ。宇宙の人々が地球に降りるというのですか？そうだ。私はその手助けをするつもりだ。地球逆移民計画、魅力的な響きだとは思わないか？今地球に人が戻れば再び汚染は広がり、取り返しのつかないことになります。地球の再生はまだまだ完全とは言えない。ほう、まるで見てきたようなことを言うのだな。いえ、環境汚染について書かれた本を読んだことがあるんです。大佐。なんだ？ああ、飲み物はテーブルに置いてくれ。はい。すべての人類は宇宙に上がり地球をそっとしておくべきだという考えがあるな。はい。その考えがいかに素晴らしいものであっても、人類は地球に居座り続けるだろう。なぜなら地球には重力があるからだ。重力？人は重力から逃れることはできない。宇宙に来ても人は地球の重力が忘れられず、スペースコロニーという小さな地球に住んでいる。人間というのは悲しいまでに保守的なのだ。だからといって今地球に降りて構わないという理由にはならないでしょう。100億200億の人間が降りるわけではない。選ばれた人間だけが地球に戻り地球環境をコントロールする。なぜ今宇宙を捨てる必要があるんです？人は宇宙にスペースコロニーを浮かべた。それは素晴らしいことです。人間の持つ限りない可能性を感じます。君も案外理想主義者だな。もう少し現実を見たまえ。人が宇宙で暮らしていけるのはスペースコロニーという生活の場があるからだ。十分に食べるものがあり、着るものがあり、暖かなベッドがある。それだけでほとんどの人間は満足して生きていく。だが私は違う。私には理想がある。その理想を実現するためにはどんな苦難もいとわない。だがそういった理想を一般の人々に押し付けることは単なる独善に過ぎない。インテリがよく陥る失敗だ。それでは世の中を治めていくことはできない。革命や社会運動が失敗するのはその運動理念の欠陥からではない。民衆が肉やパンを手に入れられなくなり、不平不満を言うようになるからだ。そのことをインテリは理解しようとしない。人は理想のために死ぬことができると信じている。死ねませんか？理想のためには。私ならば自分の信じた理想のために身を投げ出す。
君も理想のために死ねるかもしれない。だが大多数の人々は違うのだ。それが分からなければ世直しはできない。かつて一人の男がスペースコロニー独立運動を起こした。その男は理想主義に走り、現実との溝が埋められず、やがて歴史の狭間に消えていった。スペースコロニー独立運動の英雄、シャア・アズナブル。もう一人のお前だ、アフランシ・シャア。知っていたのか、僕のことを。お前も私のことを知っていたようだな。スペースマハのリーダー、ビジャン・ダーゴル。最初に会った時からお前は普通の青年には見えなかった。お前の中に秘められた力を感じたのだ。なぜマハの計画を喋った？地球逆移民計画は間もなく公表される。今さら秘密にしておく必要はない。地球に降りられると分かれば、コロニーの住民はマハに協力する。メタトロンは支援してくれる人々をなくし、すぐに潰れる。人は宇宙空間で無限に発展する可能性を持っている。その可能性がある限りメタトロンは潰れない。そのお前の理想主義は100年前にシャア・アズナブルが失敗したことだ。同じことの繰り返しになるぞ。シャアが失敗したからこそ、僕がアフランシ・シャアがやり直すんだ。そうか、それがお前の考えか。話の続きはマハ本部で聞こう。アフランシ・シャア。いいな。思ったより扱いやすいマンマシンだ。ニュータイプに勝てそうかい？勝てるさ。でもなんだってコロニーの中で飛行訓練なんかするんだろうね。こんな狭いところじゃブロンテクスターの能力を十分に発揮できないのに。ダーゴル大佐は地球に降りた時のことを考えているのさ。重力のある場所での操縦に慣れておけってことだろ。宇宙も地球も大して変わりはないさ。そんな考えでは地球に降りても長持ちしないぞ。地球の重力ってやつは頭で考えてる以上にきついんだ。はあ、そんなもんかね。ブロンテクスター1号機2号機応答せよ。こちら2号機ウリアン少尉。なんだ？工業ブロックの港に不審な貨物船が入港した。調査しろ。メタトロンのやつらか？それを調べろってことだ。了解。レイラ、聞いたな。工業ブロックの港だ。了解。ダメだわ、この無線機通じない。アフランシ、どうしちまったんだ。やっぱりマハに捕まったんじゃないのか。そんなことないわ。きっと港に向かってるわ。もうスパシアス号に戻ってるかもしれない。連絡がついてるかもしれないし、ジョー、私たちも港に行きましょう。エント、もしアフランシがこっちに来たらここにいてもらって。あ、わかった。よー、クリシュナ。メッサー、無事だったの？俺たちがマハの奴らに捕まるわけねえだろ。あれ。そういうこと。おや、頭数が足りないようだな。金髪のお兄さんはどうしちまったんだ？はぐれたのか？メッサー、あなたアフランシのこと知ってるの？アフランシっていうのか、あの金髪のあんちゃんは。そういや聞いたことあるね。アフランシって名前。知ってるの？教えて。気に入らないね。え？それが人に物を頼む言い方かい？教えてくれませんか、アフランシのこと。さあ、さっきまで知ってたんだけど忘れちまったね。お前らふざけんなよ。こっちは非常事態なんだ。お前らの冗談に付き合ってる暇なんかないんだ。クリシュナ、行こう。待てよ。メタトロンのリーダーがマハに逮捕されたって話なら聞いたぜ。それ本当なの？俺様の情報もは確かだ。信じる信じないはそっちの勝手だがね。ジョー、港へ戻りましょう。
おっと、港はやばいぜ。マハが全部の船を足止めして調べてる最中だ。何？じゃあスパシアス号も。お前らが乗ってきた船か？運が良けりゃマハに捕まる前に港を出てるだろうけどな。最悪だな。やっぱりマハの本拠地に潜入するなんて無茶だったんだ。今さらそんなこと言っても仕方ないでしょ。すまないクリシュナ、俺がついていながら。どうしたらいいんだろう。きっとスパシアス号は脱出したんだ。俺たちも落ち着いたら港の定期便でヘラスを出よう。ダメよ、ダメだわ。私たちだけで脱出するなんて。アフランシュはどうするの？私たちはアフランシュを守る義務があるのよ。そんなことより見捨てて逃げるなんてできない。香港でアフランシュは私を助けてくれた。今度は私が助ける番だわ。無茶を言うな。香港の時はガイアギアがあったんだぞ。マンマシンがなければ手に入れればいいじゃない。ここはマハの本拠地よ。マンマシンぐらい置いてあるわ。盗み出せばいいじゃない。おお、クリシュナ、お前威勢がいいな。マハ相手に喧嘩を仕掛けるつもりか？ええ、アフランシュを助けるためなら何だってやるわ。メッサ、あなたも協力して。俺？なんで？お願い。アフランシュにもしものことがあったらメタトロンは潰れるわ。そしたら誰が地球を救うの？誰がコロニーを住みよいところに変えていくの？メッサー帰ろう。バカバカしくて付き合ってらんないよ。あなたたちがそんな風に無関心でいるってことはマハに手を貸してるのと同じことなのよ。知らないね。あなたたちアフランシュが言った通りだわ。毎日面白おかしく暮らせればそれでいいんでしょ。でもね、そんなのは人間の生き方じゃないわ。こいつ言わせとけば生意気なことばかり並べやがって。許さねえ。やめろね。私一人でもアフランシュを助け出すわ。私だけでもやるわ。分かったよクリシュナ、手を貸してやろう。メッサー、やめなよ。こいつらを助けることなんかない。お前は黙ってろ。メッサー、本当に協力してくれるの？ああ、だがお前たちのためにやるんじゃない。あの小生意気なアフランシュに落とし前をつけたいのさ。落とし前？助け出してから奴をぶん殴る。舐めた口聞いたお礼をしてやんのさ。メッサー、あなたまだそんなこと考えてるの？いや、ちょっと家に帰る。喧嘩をするにはいろいろ準備が必要なんでな。すぐに戻る。お前ここにいろ。メッサー、あいつ喧嘩慣れしてるようだが頼りになるのかな？頼りになるかだって。あんたらメッサーのこと何も分かっちゃいないね。メッサーはね、この辺りを仕切ってるんだ。仲間に仕事を紹介したり、なんかトラブルがあれば間に入って収めたり、金に困ってる奴がいれば貸してやったり、いろいろ面倒見てんだよ。旗で見るほどチャラチャラしてないよ。レイ・セイヤス、あなたはどうするの？私たちに協力してくれるの？やるさ。私はメッサーのダチだからね。マンマシンに乗るのは久しぶりだ。さすがに疲れたな。ウル！もう戻ってたのかレイラ。残念だが逃げられた。あの船メタトロンに違いないんだがな。そうねえ、知ってる？メタトロンのリーダーが逮捕されたって話。何？ヘラスに潜入していたらしい。ダーゴル大佐が逮捕したんだってさ。アフランシがここに来ていた。まさかそいつが例のニュータイプかい？アフランシがヘラスにいながら俺は奴の存在を感じることができなかった。所詮俺はオールドタイプに過ぎないのか。ウル？アフランシはマハ本部だな。行ってくる。ウリアン少尉。ナジス大尉。アフランシ・シャー逮捕の話は聞いたか？はい。なぜダーゴル大佐がアフランシを逮捕できたのですか？大佐は力あるものを呼び寄せる能力を持っているのだ。力あるものを呼び寄せる能力？そうだ。
大佐の周りには常に有能な者が集まる。敵味方を限らずにな。アフランシシャーは大佐が直接調べられる。大佐はアフランシシャーに興味を持っておられるのだ。自分も取り調べに立ち会わせてください。その必要はない。なぜです？大佐の命令だ。納得できません。アフランシは自分の敵です。敵襲だと。優しさ